おはようございます。2026年初登山ということで、今日は山中湖の近くに縦走しに行きます。朝一高速から見えた富士山は雲一つない綺麗なシルエットだったんですが、今は大きな雲がかかってます。バスタ新宿から出る高速バスは登山口の近くまで行ってくれるので、乗り換えなしで楽ちんです。定刻より少し早く目的地に到着しました。バス停のすぐ横に観光案内所、道を挟んだ向かい側にお手洗いがあります。登山口までは舗装された道を歩きます。今日歩くルートですが、新宿からの高速バスを平野で降りました。ここからまず石割神社を経由して石割山の山頂を目指します。そのまま平尾山、大平山、長池山と縦走して大出山入り口に下山する予定です。そしてホテルマウント富士入り口というバス停から新宿行きの高速バスに乗って帰ります。河口湖駅や富士山駅から周遊バス富士っ子号に乗って登山口までアクセスすることも可能です。どちらの登山口から歩き始めるのがおすすめかは好みによるんですが、こういう場合はこっちの方向に歩くのがおすすめというのを動画の後半でお話しします。バス停から5分くらい歩くと赤い鳥居が見えてきます。ここを左に進みます。石割神社と書いてあります。相変わらず舗装された道ですが、少し傾斜が出てきます。ここを左に入ると石割山を通らずに平尾山に行くことができます。今日の縦走路はいろんなところからスタートできていろんなところに抜けられるので、体力や時間に合わせてアレンジ自在です。私は今回石割山にも登りたいのでまっすぐ進みます。右手に鳥居が見えてきました。車でアクセスする方はここに石割神社の駐車場があります。では早速登っていこうと思います。ここから石割神社までのコースタイムは45分です。事前情報で最初の階段がきついと聞いておりまして403段あるそうです。今日はかなり天気がいいので日差しが強いです。毎年冬は登山から遠のきがちですが、今年こそは月1でどこかに登るつもりです。途中でね、ここで階段終わりかと期待しちゃう場所があるんですが、角度を変えてまだ続きます。結構登ったなと思うんですが、まだまだあります。息は上がりましたが、私は登りは得意なので、ここまでは順調です。ここに休憩できそうなベンチもありますが、まだ疲れてないので先に進みます。階段を登った後はしばらく平坦な道が続きます。木々の間からちらちらっと富士山が見えますが、まだ分厚い雲がかかってます。いや、正直ね、バスの窓から分厚い雲を見たときは、今日はもう登らずに帰ろうかなとも思ったんですよね。でも、天気予報、雨雲レーダー、富士山の見晴らし予報、どれを見ても晴れる要素しかないので、晴れますようにと念じながら登ってます。今日は2026年の初登山ということで、富士山が見える山にしようというのは結構すぐ決まったんですよ。で、その中でも富士山が目の前に大きく見える山がいいなと思って、富士山がドーンと見える山で検索したら、この石割山がヒットしました。で、調べてみたら途中に石割神社があって参拝できるし、東京から高速バスだけで往復できるし、めちゃくちゃいいじゃんってなりました。石割神社に到着しました。赤い鳥居をくぐったところからここまで30分弱でした。石割神社は石割山の8合目にあります。大きな岩がご神体で、その隙間を3回通ると幸運が開けると言われてます。
最初の部分がちょっと狭くて、肩とか腕が岩に触れるので、洋服の摩擦でガサガサ音がしてるんですけど、そこを抜ければ普通に通れるかなという感じでした。ちゃんと3回通ったので、2026年もいい1年になる予感がします。次は石割山の山頂を目指します。神社から山頂までのコースタイムは20分です。ルートはとてもわかりやすいです。山中湖がちらっと見えます。ヤマップを見ると石割山山頂付近に点灯マークがたくさんついてたのでどうしようと思ってたんですが、どうやら整備されたようで神社から山頂までの間はとても順調に安全に登れました。滑りそうな箇所はなかったです。石割山の山頂に着きました。なんかさっきと比べて富士山にかかる雲が薄くなった気がします。標高1413メートルです。空気が澄んでいて遠くの山も綺麗に見えます。石割山の山頂はある程度広さがありますが、この後行く平尾山と大平山にはベンチがあるので、お昼ご飯を食べたりゆっくり休憩したりするのはそこまで待つのもありだと思います。次は平尾山を目指してこの階段を降りていきます。目の前に富士山が見える絶景ルートです。石割山の山頂を降り始めて、こっち側はヤマップの情報通りだなと思いました。めちゃくちゃ滑りやすいので歩幅を小さくして結構慎重に降りたんですが、一回転びました。ロープや木の根っこなどをつかめるものを掴んで降りていきます。滑りやすいゾーンを抜けるとあとはスイスイ歩けます。この重走路もっとアップダウンがあるかと勝手に予想してたんですが、体力的に全然辛くないルートでした。去年の夏に東蒲尾根を歩いてから強くなった気がします。途中でちらちら見える富士山の様子が気になります。石割山から平尾山のコースタイムは30分です。動画の最初の方でここを入れば石割山を通らずに平尾山に行けますと話した場面がありましたが、そのルートを選ぶとここに合流します。さっきのつるつる滑るゾーンを巻くルートです。平尾山の山頂に到着しました。さっきよりさらに雲が取れてきた気がします。そして石割山の山頂と比べて富士山がさらに大きく見えます。ここでこの重走路をどっちから歩き始めるのがいいか私なりに考えたポイントをお伝えします。まず今回の私と同じく石割山から長池山方面に歩くメリットは、視界に富士山が入る時間が長いということです。逆方向だと要所要所で振り返らないといけません。地理的に富士山に向かって歩く形になるので、富士山がどんどん大きくなっていくのがやっぱりテンション上がります。あと、これは個人的な感覚かもしれませんが、最初に遠い方まで移動しておいて、徐々に帰ってくる方がなんとなく安心するというか、例えば帰りのバスにタイミングよく乗れなかったとしても、富士山駅や河口湖駅が近い側にいる方がなんとかなりそうというか、そういう理由もあって今回はこのルートで歩きました。で、逆ルートがおすすめなケースですが、まずは石割山山頂付近のツルツルゾーンをですね、下りで使いたくない場合です。また、天気予報的に徐々に崩れていく日、午後になったら雨が降るかもみたいな日だったら、私は逆ルートで歩くと思います。富士山がより大きく見える山に晴れてるうちに登りたいと考えます。雪をかぶった富士山はめちゃくちゃかっこよくて、今日諦めずに登ってみてよかったなと思いました。今日は約1ヶ月ぶりの登山なんですが、なぜか調子が良くて全然疲れないので、写真タイム以外は休憩なしでどんどん行きます。平尾山の次は大平山を目指して歩きます。平尾山から大平山のコースタイムは40分です。寒波の影響もあってかなり寒いです。動画からも伝わってるんじゃないかと思いますが、石割山の山頂直下以外はとっても歩きやすい道が続きます。
よく整備されてるし、アップダウンもそれほどきつくないし、今日はいい重走路を見つけました。富士山の見える時間がとても長く絶景続きです。ただ、それはもしかすると、この木々に葉っぱがない時期だからというのもあるかもしれません。念のためチェーンスパイクを持ってきましたが、出番はありませんでした。大平山の山頂手前に山中湖が綺麗に見えるスポットがあります。いよいよ大平山に到着しました。なんと富士山の山頂がちょうど顔を出したタイミングでした。山中湖は富士五湖の中でも一番富士山に近いので、この辺りから見る富士山は大迫力です。登山道のジグザグも肉眼ではっきり見えます。ここまでほぼ休憩なしで歩いてきましたが、大平山の山頂では富士山のあまりの美しさにしばらくぼーっと過ごしてしまいました。この後は大出山入り口に下山します。下山を開始した直後の階段からも富士山が綺麗に見えるので、つい足を止めてしまいます。飯盛山はこの看板がなければ気づかず通り過ぎるところでしたが、ここからも富士山が綺麗に見えます。また大きめの雲が出てきたので、大平山の山頂にあのタイミングでいられて本当にラッキーだったなと思います。この重走路はあんまり人が多くなくて、静かで落ち着いた山歩きを楽しむことができます。石割山、平尾山、大平山、それぞれの山頂には10人から15人ほどの方がいましたが、歩いている時に誰かとすれ違うことはほぼありませんでした。舗装された道路が見えます。ここをね、左下に歩いていくルートもありますが、ソロなので、人通りの少なそうなルートは避けることにして、ここからは一般道を降りていきます。下山しながらもあちこちで富士山が見えます。山中湖が見えてきました。大出山入り口に降りてきました。今朝高速バスが到着したポイントから約3時間半でここまで歩いてきました。道路を渡って山中湖に近づいてみます。湖の中にできた氷がとっても綺麗な音を出してます。せっかくここまで来たので、まっすぐ帰らずちょっと散歩します。このタイミングで帰りの高速バスをオンライン予約しました。下山時刻が全然想像つかなかったのと、下山後観光するかもしれないと思ったので、どうしても事前に予約することができませんでした。万が一満席だったら川口湖駅から電車で帰るつもりでしたが、空席があってラッキーでした。潜水公園の方に歩いてます。特に何があるってわけじゃないんですが、この山中湖の看板がここにあるのを知ってたので、記念に写真を撮りに来ました。今来た道を戻ります。富士山を見ながらの散歩は本当に幸せです。ザ・パークというカフェのパンケーキを下山後に食べようと目論んでたんですが、こんなに混んでるとは思わず作戦変更です。重走中何も食べてなくてお腹ペコペコなので、山梨県らしくほうとうを食べに行きます。旅先のお店ではおすすめって書いてあるのを注文するタイプです。寒波の影響もあって寒くてあったかいほうとうが染みました。豚肉が甘くて美味しかったです。麺大盛りにすればよかったです。お店から出てみたら目の前に今日歩いてきた山々が見えました。高速バスで東京に帰ります。
ちなみにこのバス、左側に乗ってると、金鳥居越しの富士山が見えます。最後、ギリギリまで富士山を見たい方は、左側の席がおすすめです。2026年最初の登山動画を見ていただきありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。